はい、皆さんこんにちは。旅は人の常、略して旅常です。今回の動画はエジプト滞在記パート4ということで、カイロに戻りましたので、カイロ中心部の様子を紹介したいと思います。今までエジプト旅行記に関してはパート1、ギザのピラミッドとカイロ、パート2、ルクソール、パート3、航海という感じで滞在記をご紹介してきました。今回パート4は最終回になりますので、ぜひお楽しみください。ちなみにこのチャンネルが初めての方、この旅常のチャンネルではアメリカに住んでいる私がアメリカの滞在記、アメリカの街の紹介、飛行機の紹介、そして世界中の旅行記を載せております。チャンネルが面白いと思っていただけた方はぜひこれを機会にチャンネル登録のご検討もよろしくお願いいたします。それではエジプト滞在記パート4行ってみましょう。はい、本日宿泊しているリッツ・カールトンカイロザ・ナイルです。すごくいいホテルですが、ちょっとサービスでね若干物足りないところはあります。今回の宿泊は前回のねマリオットメナハウスと違ってカイロ中心部、本当にど真ん中に宿泊しています。はい、本日まず最初のストップがこのカイロにあるエジプトミュージアムでございます。今ね新しいミュージアムも作ってるみたいなんですけれども、このミュージアムはそのカイロにあるミュージアムの一つでして、古代エジプトのねいろんな歴史が見れるミュージアムとなってます。はい、これからねちょっとお散歩をしてカイロ中心部にあるショッピングエリアに向かいたいと思います。すごいランダムに道を渡る必要があります。信号は基本的には機能していないそうですね。この辺は人の信号に関しては特になんかこの通りはやたらとサウジアの販売店が多いです。なんか有名な広場にやってきました。ここでねアラブの春が開始されたっていうか、アラブの春で人が集まった場所になってますが、なんかね結構ローカルな感じでね、なかなか観光客が歩いてこれるようなところでもありません。治安部隊もすごくて撮影してるのもちょっと怖いです。こんな感じになってますが、ほぼ観光客はいないので我々だけです。こんな感じの街なんですね、カイロ中心部は。他のカイロのエリアよりは綺麗なんですけれども、それでも結構ねボロボロですね。ここを出るとさらに街はボロボロになります。なんかすごいボロボロな感じ。裏路地に入ってきました。やばそう。いつでも落ちてきそう。なんかドローカルなカフェみたいなところにやってきました。面白いけどなんかどうなんだろう、座れる雰囲気でもなさそう。完全にドローカルな人たちが来るところです。なんか可愛い感じの通りですよね。結構すごいことになってますが、味が出てますね。街の味が出てます。こんな感じで街歩きしてます。でしょ、パンパンが。この辺りはねカイロでも比較的綺麗な場所になります。他の場所はね本当に汚いんですよ。ここはねいわゆる外国人街みたいなところになっていて、高級住宅街でもあるので、あんまりね結構ボロボロなお家とかは見かけないですね。昼食はインターコンチに遊びに来ました。めちゃめちゃ綺麗なホテルです。ここやっぱインターコンチもリッツと並ぶいいホテルですね。はい、ナイル川のねほとりをね囲むようにカイロ中心部が出来上がってますが、ナイル川沿いはねみんなね高級ホテルばっかりです。ちなみにさっきインターコンチから道を渡ってきたんですけど、道を渡るのに5分ぐらいかかりました。ひたすらね車を避けなきゃいけないのでめちゃめちゃ道渡るの大変です。今回我々が宿泊しているのがリッツ・カールトン、その奥にはヒルトンなどのホテル系列が並んでます。あれはねカイロタワーっていうやつなんですよね。なんかよくわかんないけど高層タワーです。あっち側もひたすら高級ホテルが並んでるって感じですね。
ただめちゃめちゃね車中心の社会なのですごく歩きにくいです。ちなみにこうやって歩いてるとねすぐになんか誰か寄ってきて Where are you from? とかなんかいろいろ聞かれるんですよね。でまあなんか親切で You look like Egyptian 私はエジプト人みたいだってあなたはエジプト人だみたいな感じで言われてくるんだけど、まあ、それは多分俺だけなんだけど結構ねいろいろ言ってくるんですよ。そんでねどこまでが親切で単にこうなんか話しかけてくれてるのか、どこまでがこう興味範囲で話しかけてくれてるのかで、どっからがじゃあお金渡せみたいな、じゃあとか道紹介するよ、道こっちだよみたいな感じで、そこからねいきなりチップをよこせみたいな感じでやってくるので、なかなかその選別が難しいので、歩きながらまあ丁寧にねジャパンからだよとか対応はしてるんですけれども、それ以上にねなんか言われないようにね気をつけてます。じゃないと本当にすぐになんかこっち来いみたいな感じでチップ渡せみたいなことを言ってくるので、結構ね正直めんどくさいです。散歩するのもなんか一苦労っていうかマジでめんどくさいです。今日も結婚式です。はい、これが本日参加させていただくお友達の結婚式の会場です。少しだけ皆様にはお見せいたします。やばいな、これはネットフリックスの番組にも出てる感じです。なんかバチェラーの会場かなんかに来た感じですね。はい、本日は友達とみんなで朝食を食べてます。ブランチですかね。朝食っていうかもう12時だけど。はい、カイロ中心部にあるなんかシタデルっていうところにやってきました。ちょっと名前忘れちゃったので下に書いておくんですけれども、こう立派なモスクみたいな、まあ、シタデルっていう名前らしいんですけれどもにやってきました。このシタデルのところはなんか丘の上に作られてるので、こうやってねカイロの市街地を一望できます。奥にはねよく見るとピラミッド、ギザのピラミッドも見えます。見えますでしょうか。うっすらとギザのピラミッド見えますね。今はね街の東側にいまして、こっちにこう街が全体ねナイル川を中心に広がってるんですけれども、ギザのピラミッドはずっと西の方にあるので、ここからだとねかなり遠くて車でね1時間近くかかります。ここからギザのピラミッドまでは。それくらいねカイロはすごく大きい街でして、車で1時間といってももちろんずっと運転してるっていうよりは渋滞を含めて1時間ぐらいかかるっていう感じですね。それにしてもだよね、カイロはすごく大きくて、カイロは確かねアフリカ大陸で2番目に人口が多い街で、人口はねカイロ大都市圏の人口は2000万人を超えます。なのでナイジェリアのラゴスに次ぐ人口第2の都市になります。アフリカ大陸で。エジプトの人口はね1億人いて、だいたいその1億人の 20% ぐらいがこのカイロ大都市圏に住んでるっていう感じですね。はい、今度はカーネルカリーというマーケットにやってきました。これはローカルなマーケットなんですけれども、観光地にもなっててすごく面白いです。ここでもセキュリティがあるんですね。なんかこんな感じのマーケットになってます。比較的落ち着いたマーケットかなと思います。結構ね現地の人もいっぱいいたりして、でも結構声かけられるのがめんどくさいですね。相変わらずですが。こんなにぎわいですよね。
なんですよね。かなりガヤガヤしてます。はい、カイロですが、基本的にね、信号機は機能していないので、信号がある場所でも命がけの渡らなきゃいけないっていう、なんかカイロ中心部歩いてますが、結構なんかたむろってたりする人多いんですよね。ここも命がけで渡んなきゃいけないっていう、命がけの渡ります。はい、また命がけで道路を渡ります。はい、行きましょう。はい、命がけですはい、今からディナーに向かってるんですけれども、なんかドローからな道へ来てしまいました。I don't think it's karaoke. Oh, that's just praying. そろそろね、話しかけてくる人たちがうざったく感じます。さすがにもう面白くないっていうか、マジでめんどくさいだけ。本日はこちらでディナーです。はい、ついにエジプトも最終日になりましたが、最終日もね、カイロ周辺を観光しております。ナイロメーターというところにやってきました。これはね、ナイル川のなんか水位を測る場所でして、エジプトがイスラム化してから、2番目に古いモニュメントだそうです。今はもちろんね、実際には使われてないんですけれども、まだ歴史が残ってるっていう場所になってます。今でもね、ナイル川の水位っていうのは、その年の、作物のなんか取り具合を測る上で重要な指標になってるので、今でも測っていて、ちゃんとでその数値っていうのはね、基本的には公開されてないんですね。なんでかというと、公開しちゃうと、その年のね、なんか作物のなんか量とかがこう予測できちゃって、いろいろなんか市場に影響を与えたりするらしいんですよ。なので、基本的には公開してないんですけれども、昔はこうマニュアルっていうか、手動でそのナイル川の水位を測っていて、その名残が今ここに残ってるっていうところで観光に来ました。結構なんかニッチな観光地なんですけれども、かなりね、歴史が古くてね、面白い場所になってるのでやってくることにしました。ちらほら観光客もいまして、50ポンドで入れるので、来る価値はあるかなと思います。しかもね、カイロの中心部にありますので、こんな感じの建物になっていて、ここでね、ナイル川の水位を測ってたそうなんですよ。なんかここだけやたら湿気があるんだけど、ナイル川の中心部にいるからかな、今なんか島みたいなところに来てるんですよね。ナイル川の中ってね、実はいっぱい島があって、その島のうちの一つの島の先っちょみたいなところに来てます。そうそうそう、このガーデン自体がすごい綺麗。はい、この中入ってきます。In the past, we used this meter to measure the level of the water, and the water comes from three. はい、ここはね、そのナイル川のなんか先っぽみたいな、島の先っぽなので、こうやってナイル川をね、こうやって受け止める場所にあるんですよね。だからこうやってね、水位を測ることができたんですって。ただね、もうね、アスワンっていう南の方にダムができまして、そのダムができて以降はここでね、水位を測るっていうことはなくなったので、今はね、もう歴史的なモニュメントとして残ってるだけになります。ただここからの景色もすごく綺麗で、なんかこの辺りだけはね、すごい緑っぽいんだよね。やっぱりナイル川のほとりだからだと思うんですけれども、すごく緑が豊富で綺麗な景色が見えます。はい、ナイロメーター見ました。面白かったんですけれども、こう中入りたいかって聞かれまして、どうしようみたいな感じで見に行ったら、ドア開けてくれて、本当はいけないんだけど入れてあげるよ、でもその代わりチップねみたいなこと言われて、これってエジプトではすごい典型的なんですよ。本当は入っちゃいけないけど入れてあげるからチップ渡してとか、いろんなところでそういう場面を見ました。それでね、エジプト各地でやっぱ歩き回ってると、例えば案内するよみたいな感じで
こうあっち行けとか言われたりとか、例えば案内するよって言ってどこ行くのって聞かれて、とりあえずじゃあこのホテル行くんだけどみたいなことを歩きながらね、通りすがりで一応伝えると、なんかそっちじゃないよこっちだよみたいな、俺が紹介するよみたいな、入り口そっちじゃないよとか言われるんですよ。で絶対入り口こっちなのにそっちじゃないとか言われて、でそれについていくと、ほらちゃんと案内しました、お金ください、チップくださいっていうような状況が何回かねこう発生しかねない状況だったんですね。でそれがねエジプト中でやっぱりあって、ちょっとね面倒くさいなと思ったのと、親切にね案内してくれるのはいいことだし、別にチップ求めること自体はね悪いことだと思わないんだけども、なんか嘘をついてチップ求めてくるのはちょっといくら国民性とかいくら文化とか言っても嫌だなっていうふうに思ってます。ということでね、やっぱりなんかいくら国民性とか、文化だからといって、嘘をついて人をね騙してどっか連れてってはいチップよこせっていうのはちょっと私は好きじゃないな、好きになれないなっていうふうに思いましたので、エジプト旅行でね今回ねやっぱりいろいろ嫌な思いは正直しまして、良くないなっていうふうに思いました。勘違いしてほしくないのでもう一回言うんですけれども、別にチップを求めるとか親切にしてくれるっていうのは全然いいですし、そういう文化なんだなっていうことで、受け入れるのはしょうがないんですけれども、嘘をついてもしくはね人をなんか軽く騙して、チップを求めてくるとか、そういうのはちょっと好きになれないというか、問題ありだなっていうふうに思いました。で観光地ではあり観光客を呼び込んでいる国ではあります。でもその観光客に対して嘘をついてもしくは騙していろいろねなんかチップを求めるっていうのは本当に良くないなと思いました。エジプトではね危ない目にあったっていうことはほとんどなくて、基本的にはすごい治安は良くて安全だなと思うんですけれども、やっぱり騙されるとか、ちょっとね嘘をつかれるとかチップを求めてくるっていうのはすごく多いので、そこはね気をつけないといけないし、常に気を張ってないと、すぐにねなんか騙されてなんかあんまりいい経験ができないと、身の危険に遭うってことまではないかもしれないけども、本当にねいい思いはしないんですよね。だからそこはエジプト旅行される際に気をつけた方がいいと思います皆さん。はい、カイロ観光最終日はウーバーでねあちこち回ってます。カイロでねこうどっか行くときは、基本的にはウーバーが一番使いやすいです。現地のタクシーっていうのもあるんですけれども、言葉が通じなかったりとか値段交渉しなきゃいけなかったりして、ふっかけられますと、もちろんなのであんまりおすすめはできません。基本的にはねウーバーは安全ですし、値段も決まってますと。でそこで支払いする必要もない、全部クレジットカードで、チップもねアプリ上でできるので一切金銭のやり取りがなくて、かつ言語のやり取りも必要ないってなると、もうウーバー一択だと思います。しかもウーバーって言ってもすごく安くて、カイロ市内でね10分15分の移動とかだと、1ドル2ドルぐらいで移動できるので、すごく便利です。はい、ウーバーがやってきましたので、これからウーバーに乗って次の場所に行きます。妻がセレブ化しました。写真を撮ってくださいっていう感じでセレブ化してます。セレブ化する妻。Thank you. なんか昔のプリンスが建てた時計塔みたいなところにやってきました。こんな感じです。綺麗なガーデンって感じですね。すごいよく整えられてます。こちらにはモスクもあります。すごく綺麗ですね。あのバスもやばいな、超汚いしボロボロだな。はい、今日の午後はあそこに見えるヒルトンにあるマックに向かいます。1週間ずっとねエジプト料理とかを食べてたので、ついに我々のマック解禁が始まりました。マック解禁って言ってもその旅行先でね1回ぐらいはマック OK でしょっていうようなね2人の勝手なルールです。結構ねカイロ歩いてると、ご覧いただけるようにねインフラに関しては相当ね悪い状況でございます。これはねもう隠す余地がないです。本当にカイロというかもうエジプト全体のインフラはねかなりねひどい状況です。はい、現地の人たちと一緒に道を渡ります。マジで毎回命がけ。こっちにでも行きましょうか。命がけでマックを向かいます。こう徒歩ね5分ぐらいの場所でもこうやってね道のりはめちゃめちゃ険しいんですよ。なのでね本当に歩くのは難しいです。はい、この道を渡るっていうね命がけですが、なんとかなりそうですね。なんかこの辺はねバス停になってるんでしょうか。いろんなバスが止まってます。
ジンクション乗り場、バスターミナルみたいなところになってますね。お、最後の難関です。ここもすごいスピードで車がやってくるので若干渡りにくいですね。やってきました。ヒルトンのマックです。なんとヒルトンにマックがなかったので別の車で移動してマックに向かいます。今から午後4時になったのでお腹が空きました。はい、やっと渋滞を乗り越えてマックにたどり着きました。これでだいたい$6ぐらいなので結構安いですよね。はい、この辺りはザマレックっていうね、なんか外国人街もしくはね若者街みたいになってますが、ここもねすごいやっぱり車通りも多くて大変なんですよ。渡るよでね、そこら中がね埃だらけっていうか砂だらけでね、歩いてるだけでね砂と埃がね目に入るから大変なんですよ。それでもここはカイロの中でも綺麗な方です。この時間帯渋滞すごいですね。一切車動かないですよ、この辺。ザマレークの中心部にいるんですけれども、あんまり見るもんないですね。街歩きしててもそんな楽しくないです、ぶっちゃけ。なんかあんまりね見るもんがないっていうか、ショップもカフェも結構この辺は少なくて意外でした。とにかく渋滞がひどいんでどこ行くにも時間がかかるんで、そこは注意しなきゃいけないところですね。やっぱりこうやってカイロの中心部でかつねこう高級住宅街的なところでも全然信号が機能してないんですね。ご覧ください。Yo, where are you going? Where are you going? This way? こうカイロに来てからの気づきなんですけれども、このようなねこう結構立派と思われるようなビルでもね結構廃墟になってるところが多いんですよね。なんでこんなに廃墟が多いんだろうってぐらいね、大きい建物であったりホテルとかがね廃墟になってるんですよ。不思議だと思いませんか？はい、エジプト観光最後の観光地はこちらのカイロタワーになります。こんな感じの、その名の通りカイロタワーって、東京タワーみたいな感じですよね。あんまりこう意味はあるのかわかんないんですけど、シンボルとしてねカイロの中心部にありまして、ここの展望台からねいろいろねカイロの中心部が見れるんじゃないかなと思いまして入りました。このねチケットがなんか225なんですけれども、なんかエクスプレスっていうなんか列をスキップするみたいなの150追加で払いました。これ$5ぐらいですね。追加で払うと、スキップできてソフトドリンクついてくるよみたいな感じのこと言われたんで OK みたいな、なんかよくわかんないけど列長いよみたいなこと言われて、確かにね列はなんか長そうでしたのでエクスプレスにすることにしました。それではエジプトカイロ最後の観光地のタワー入ってみましょう。見た目はかっこいいですよね。結構凝ったデザインっていうか、そんなに高くないです。多分ね 100m もないと思います。これはい、外に着きました。意外にも外だったんですね。外出れるって上に着きましたと。で外だったっていう、意外にも。でもすごい景色、来る価値あるかも。結構すごいよこの景色。こんな回路見たことないね。しかもあそこめっちゃ緑じゃんっていう、すごいな。なんかテニスコートとかゴルフコートがあります。こんな暑い中よくゴルフなんかできるなと思うけど、すごい。でも綺麗。なんか乗る時のエレベーターめちゃめちゃ揺れてて怖かったです。エレベーター1個だしめっちゃ狭いの、小さいしなんか怖かったけど、無事上につけましたと。あの辺もなんかプールがあったりして面白いな。それにしてもピラミッドはねあっちだよ。結構いいところですね。なんかねすごい現地の人が多い。ほとんど現地の人って感じ。あっちにピラミッドが見えますけど、今日はすごいねスモークがかかっててあんまり綺麗に見えないね。でもうっすら見えます。今日天気悪いな。今日はねスモークがねいつも以上にかかってる。すごいでっかいプールもある。Look at the pool over there. So big. Yeah, it looks like a public pool. こんな感じです。カイロ中心部。すごいな。この人口2000万人の大都市ですよ。観光地としてはねありだと思います。多分ね現地の人の方が多くて、あんまりね外国人が来てないようなところです。多分外国人にとってはこういうところはあんまり面白くないんだろうなと思いますけど、逆に言うとね現地の人たちはピラミッドなんかよりもこっちに来た方が全然楽しいんでしょうね。はい、これね実は187メートルだそうです。高さは意外と高いですね。下からだとそんな高く見えなかったです。
でね、ピラミッドがねだいたい43メートルだそうなので、一応このタワーがね北アフリカで一番高いビルっていうか建物らしいです。ビルではないですね、タワーですね。こんな感じで解説が書いてあります。これ、いつできたかね書いてないんでね、あれ、そう、いつできたか書いてないんですよ。それ書いてほしいよねいつできたのみたいな。エキスプレスチケットがねなんかカフェ券になってて、カフェでなんか飲めますよって書いてあるんですけど、このカフェに来ましたと、全部アラビア語で何が何だか分かりませんと。なのでちょっとヘルプが必要ですね。ただこのカフェ景色めっちゃ綺麗でいい感じです。はい、エジプトのカフェレストラン全てで言えることなんですけれど、みんな喫煙 OK なんですよ。なのでどこ行っても、特にね室内のカフェでタバコを吸ってることが多いので結構きついです。タバコの匂い好きじゃない人はねマジでしんどいと思うし、洋服にタバコの匂いめっちゃつきそう。本当にエジプトの嫌いなところの一つがこのカフェとレストランでタバコ吸うことなんですね。Thank you。はい、カフェがねタバコ臭かったこと以外は良かったです。いい観光地でした。これにてエジプトカイロの観光は終了したいと思います。現在午後6時で、この後空港に向かうので一旦ホテルに戻ってから空港に向かうっていう予定でございます。それではね、この動画が面白いと思っていただけた方、このチャンネルが楽しいと思っていただけた方は、これを機会にぜひチャンネル登録のご検討をよろしくお願いいたします。また動画が面白かった、役に立った、ためになったっていう方はぜひこの動画の高評価ボタンをクリックしていただけるとありがたいなというふうに思います。それではね、また次の動画まで。バイバイ。